皆さん、釣り京です。こんにちは。今日はね、前回はね、琵琶湖でね、平成ぐらい、平成ですね、令和はちょっともっと増えてるんですけど、ハードルアーね、60を釣ったハードルアーを紹介させていただきました。次はね、ソフトルアー。はい。平成ですね、大体。はい。古いですけども、60釣ったワームを紹介させていただきます。はい。一つ目はね、やっぱりもうずっと昔からなんですが、はい、一つ目は線香っすね。うん。線香。ね。うん。どっちも釣れましたね。4、ファット山線香というかな。ファットは新しいんかな。うん。とりあえず4インチと5インチ。どっちでも60釣れましたね。うん。これが一番、使ってきたのもあるし、好きなのもあるし、ね。使い慣れてるっていうのが主流ですね。うん。釣れたのはね、結構バラバラです。ジグヘッドでも釣れたし、ノーシンカーワッキー、あとネコリグでも釣れたし、もちろんテキサスでも釣れたし。うん。時期はもう、春、夏、秋、冬、全部釣ってますかね。うん。最高、この5インチで、1年間でね、線香だけで36本、60釣ったことあります。うん。それだけ、まあ、数で言うたら一番釣れてるかな。はい。一つ目は、線香ですね。ゲイリーのね。二つ目は、はい、今勝のジャバロンですね。はい。もう出た時から欲しかったんで、これはすごいだろうと思ってずっと使ってましたね。うん。釣れたんはノーシンカーでした。はい。今紹介したやつ全部、別に、琵琶湖だけじゃないですよ。でも琵琶湖で60釣ったっていうことでね、紹介しますんで。はい。ジャバロンですね。やっぱりジャバロン。強いっすわ。一回ね、サイトでも使ったことあるんだけど、本当にね、60じゃないですけどね、それは。ほんまにね、躊躇なく食ってきよった。その時はね。本当に強いです。めっちゃ好きですわ、バス。本当に、知らない人はね、使ってみてください。うん。62やったかな。はい。時期はね、アフターやったかな。6月、7月。うん。よう釣れましたね。何本釣ってるやろ？ 5、6本いってますね。60ね。はい。はい。あとはちょっと懐かしいのいこうか。これいこうか。これバークレーのバルキーパワーホック。知ってるかな？知ってますわね、古い人はね。はい。これですね。バルキーパワーホック。これが好きやねこのテールが。プン、プンって回ってくれんだよね。着底した時に、このテールがプン、プンって回ってくれんだよね。これで釣れたリグはテキサスでした。うん。もちろんラバージグのトレーラーとか、ジグヘッドもいいやろうし、今やったらフリーリグとかも全然いいと思います。これの4インチですね。3インチもあるんですけど、3インチはね、54ぐらいが最後やったかな。はい。結構ね、琵琶湖だけじゃなくても釣れますよ。釣れるんですけど、すごく万能です。はい。もうこれからのシーズンいいんじゃないですか。ハイシーズンは絶対いる。うん。そんだけ好きですね。で、匂いがつれる。味がつれるね。独特な匂いする。エビの、なんちゅうんやろ。独特な匂いしますわ。味もついとるし、このバルキーの動き。これでほんま助けてもらった。はい。ラバージグのトレーラーとテキサスが主でした。で、60釣ったのはテキサスでしたね。うん。場所は北港やったね。ティンバーにかけてスーッと落として、トンって感じ。うん。ガチーン合わせたら60。64やったかな。はいよ。おすすめやね。オッケー。はい。意外と思うかもしれませんけども、これゲイリー山本のカットテールです。
で、カットテールの、釣ったのはね、これ今7インチなんですが、4インチで釣れました。カットテールなんてね、60釣れると思ってへんかったんよ。これは数釣り専門やと思ってたんですよ。その時は。もうずーっともう、ゲイリー、山本になって、ツインティーズっていうワームからゲイリー、山本になって、そっからもうずーっと使ってきたんで、もう、バスの数はね、これが一番釣ってますわ。だけど、なんでか知らんけど、その時はね、ずーっと60だけは釣れへんかった。と思ってたんですよ。その、4インチね。4インチなんだけど、で、これ春、カットテールで60釣れないんだろうかってずーっと使ってきたんですよ。そしたら会う時ね、多分2000年やったと思うんやけどね、ボートやってたんで、その時に、何やったかな。ノーシンカーワッキーでした。ノーシンカーワッキーを、この辺に、でっかいの、あそこですわ。琵琶湖のね、南湖のね、名鉄ってあるんですよ。調べてください。名鉄ワンドってあるんですよ。そこでね、ずーっとノーシンカーで流してたんですよね。トゥワー入っていった。で、バーン合わせたら重たかったんで、スピーニング4ポンドやったんで、それは大変でした。もうボートを近づけてあげました。そうでないとあんな4ポンドなんか切られますから、カットテールでも60釣れますよ。で、それでもう長いのも買うたりして、もう長いのやったら比較的、60簡単に釣れます。ですが、4インチでも全然釣れます。カットテールで60釣れます。僕も釣りましたんで。63やったかな。はい。それはね、アフターの時期ですよ。まだ回復してない時。やっぱり回復してない時は、ああやってね、脳進化でスローに引っ張ってくるのがいいのかな。はい。思い出ですね。カットテールで60釣ると思ってなかったんでね。はい。これは、4つ目 ?1、2、3、4、5つ目。これ知ってる。これ知ってる。ちょっと見に行くかとごめん。はい。これね、こっちが多分、バクラートスイマーやと思います。今勝のね。こっちもバクラートストーンとかな。間違ったかお前。こっちがストーンやったかな。はい。これやね。これが大好きなの。ジグヘッドの専門のスコーピオンジグヘッドっていうんかな。あれがついてるんですが、もうなくなってないんだけども、もし持ってる人はね、絶対これ大事に持っといてほしい。本当にすごいから。本当にね、当時出た時ずーっと使ってたよ。スイムベイトジグヘッドっていうのはこんなにポテンシャルあるんだと思って。もうでも、なんていうの、僕的には、これはいけるだと思ってました。でかいのがね。で、リザーバーでよく使っとったんやけど、釣れるんだけどね、そら琵琶湖でも強そうやろと思ってずーっとやってたの。そしたら63来ましたわ。それはね、ノンシンカーの方のジグヘッドやったでしたね。でももちろん、重たいヘッドもあるんですよ。重たいシンカーのヘッドの針もあるんで、あれでゆっくり巻いてくるっていう釣りもあったんですよね。それでも、釣ったことあるんだけど、60が釣れたのは、そのノンシンカーのジグヘッドバージョンで、南湖で釣れましたね。南湖のどこやったかな。協定所ってあるんですよね。あこをずーっと流してたんですよ。そしたらコーン入った。はい。もう思い出ですね。だからもうそれでずーっと、これでね、何本釣って3本ぐらい釣ってますわ、60。もう50なんかめっちゃ釣ってますよ。はい。だから僕がスイムベイト好きになったんは、こっからですわ。それぐらい。昔から好きやったんだけど、本格的に好きになった。ほんでこのテールとね、こっちのテールとね、使い分けて、重さも。これは、じゃあ多分バックラとストーン、ハードルテールやわね。こっちがシャットテールやわね。使い分けするんだけど、こっちはどっちかというとジグヘッドの使い方。スーッと、巻いてもいいですよ。で、こっちはね、巻き専門。てれてれてれ。こっちは巻き専門。こっちは落としたり、リフトホールしたりね。そういう感じ。めっちゃ釣れますので、
リザーバーでも本当に強いよ。おすすめです。はい。最後ですね。これ意外かもしれない。このゲイリーなんですが、3インチでね、60なんて釣れると思ってへんかったの。うん。まあ、カットテールでも4インチで60釣れたらびっくりなんだけど、これね、レッグワームなんですよね。これね、ほんとすごい。これ、ほんと。まあ、餌やと思っとったんだけど、数も釣れるんだけど、そのね、特にいいのがね、ミッドスポーンからアフター回復してへん前の間。うん。あと冬のね、ワカサギについてるバス。うん。それは難しいんですよ。今やったらラストエースもあんねんけど、このテールでブル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 引っ張ってくる釣りにおいては、3インチしか反応せえへん。3インチとかね、ちっちゃい。要するに、マイクロベイトパターンですよ。それしか反応せえへん時はただあったの。昔やったらサタンワームとか使っとったんやけど、サタンでは60釣れへんかってんね。うん。で、それで、これでなんで釣ったか言ったら、ショートピッチヘビーダウンショットです。要するに、まあ、村上さんでいうハイパーツネキチリグっていうかな。うん、それのちょっとベイト版。ちょっと重たい版。2分の1とか、下手したら2分の1とか8分の3オンスだよね。で、ショートピッチのダウンショットにして、ここにいるだろうとこでスーンと落とすねんね。うん。で、ピターン止めとくねん。止めが大事ね。スッと落とすけど、止めが大事。そしたら、ターン持っていく。これはもう北高でも南高でも60釣れました。うん。あとはノーシンカーでじーっと待っとく。食うまで。ここいるだろうっていうところに、じーっと待っとく。うん。そしたら、ブワー持っていけるね。これだけは。うん。で、60釣れたんで、結構釣ってます。5、6本釣ってます。ですんで、おすすめ。うん。レッグワームで60釣れんのかいなと。もし思う方はね、その時期にやってみて。ミッドスポーンからアフタースポーンの回復してないやつ。うん。ポストいいよ、特にポストシーズン。で、あとは、真冬の玄関期のワカサギとかね、ちっちゃい鮎とかを追いかけ回してる60には最適です。うん。で、食い込みもいいしね。まあ、潰れやすいけど、高いけど、60一本釣れたら、御の字じゃないですか。ね。はい。だからもう、一軍ですわ。今でも。うん。リザーバーでも強いですよ。特にね、七色ダムとか、関西やったらまあ、青野ダムとか、中部やったら、イルカ池とかね。ワカサギレイクさ、九州やったら、芹川ダムとかね。うん。ワカサギが、主にベイトのブラックバスの湖でやってみてください。レッグをね。そしたらもう簡単に数釣りからでかいのから狙えます。うん。難しいやつにはもう絶対置いてあるんでね。はい。シャットテール3インチの中で僕の中ではワカサギ、例えば、つぶろこもいいよ。つぶろこもいい。つぶろこも釣れる。うん。今やったらラストエースもあんねんけど、ああいうにエスケープアクションさせる60に対して止めて待っとく60、うん、それもあるんでね、うん、どっちも使い分け大事なんで、止めて待っとく波動で食わせる、これはねレックですわ。本当に関東でもよう釣れますよ。うん。関東でめっちゃ釣れる。特にね。うん。もちろん関西でも釣れるんで、特にワカサギクリアレイクね。はい。琵琶湖でもいいですよ、北港で。はい。北港のね、なんとか島。何やったっけ。竹生島やったっけ。あそこまでね、ボートで行ったことあったんですよ。うん。それの、ショートピッチヘビーダウンショットです。ブワー持っていったね。ああ、最高やった。3インチで60来るねえ。びっくりするでしょ。だからラインはあんまり細いのしんどい。最低でも6ポンドはいるよ。スピーニングやったらね。もう僕やったらベイトフィネスでやります。8ポンドとかで。もうヘビキャロでも釣れますよ。釣れますよ。釣ったんは、私が釣ったんは、
ショートピッチヘビーダウンショットですね。北高も南高も釣れました。はい、おすすめです。はい、こんだけですね。とりあえずは。で、平成終わって令和になってから、もっといっぱいいろんなワームで釣ってますんで、またそれはそれで分けて紹介させていただきます。はい、とりあえず平成、昭和なるけども、もう一個ごめん。写真で出すんですが、ちょっともう全部なくなってごめんなさい。ラッキーストライクのギドストリンガー。これはね、僕がもう2000年まで。だから、ね、いつやろ一応平成か。僕が釣りしてアメリカのルアーにはまってて、ラッキーストライクのメーカーさんにはまってた時期あったんですよ。その時にロングワームを一番初めに使ったのがギドストリンガーでした。また私のロングワームね、イロハだったりとか紹介してますので、また見てください。それでそれね、9.5 インチ半っていう、9.5 インチっていうね、長いロングワームですよ。カーリーテールのね、リブが入った。あれのジグヘッドで、写真にここにまた出しておきます。それで、春、琵琶湖で釣れましたね。65やったかな。はい。だけど、ですんで、僕の中ではね、ビッグフィッシュパターンはこんだけあるんですよ。こんだけある。こんだけある。線香もそうやし、レッグもそうやし、バックラとね、今はね、代用にステルススイマー使ってますけどね。これのジグヘッドまたなかなか売ってないんですよ。見つかったらまたこれ使えますよ。だから置いたんでね。釣れるから。これはもう、ホックはもうどこでも釣れる。ほんまに強い。このバルキーさんね。これが使いたいときはほんまに強い。はい。こんな感じでですね。おすすめやし、僕が60釣ったワームを紹介させていただきました。はい。もしね、使ったことないわ思う方はね、使ってみて。ほんまに釣れるから、60。全然釣れますよ。琵琶湖ですけどね。はい。ありがとうございます。